こんばんは。おやすみジャパニーズチャンネルのともです。今夜はイタリアで長く愛されているピノッキオのお話です。少し不思議で、少し切ない木の人形の成長のお話です。ゆっくり聞いてください。ピノッキオ。昔、昔、イタリアのある町に、ゼペットというおじいさんがいました。おじいさんは不思議な丸太から木の人形を作りました。名前はピノッキオです。ピノッキオは歩けるようになると、すぐに外へ出て行ってしまいました。ゼペットじいさんの言うことを聞かず、遊ぶことばかり考えていました。おじいさんは自分の暖かいコートを売ってピノッキオに学校の本を買ってあげました。ところがピノッキオはその大切な本を売ってお芝居を見に行ってしまいました。その後もピノッキオは何度も失敗をしました。ある日、ピノッキオは狐と猫に会いました。二人は言いました。お金が増える不思議な場所があるよ。でも、それは嘘でした。ピノッキオは騙されて、お金を全部なくしてしまいました。そして時々嘘を言ってしまうこともありました。すると不思議なことが起きました。嘘を
言うたびに、ピノッキオの鼻は少しずつ長くなったのです。ピノッキオはとても驚きました。それでもまだ失敗を繰り返していました。そしてついに海で大きな怪物に飲み込まれてしまったのです。暗いお腹の中でピノッキオは一人で泣きました。自分が悪かったと思ったのです。すると暗い中に小さな明かりが見えました。なんとピノッキオを探していたゼペットじいさんもそこにいたのです。二人は涙を流して抱き合いました。ピノッキオはおじいさんを背負って怪物が眠っている間に外へ逃げました。それからのピノッキオは変わりました。病気のおじいさんのために毎日一生懸命に働きました。夜は勉強も頑張りました。ある朝、ピノッキオが目を開けると、不思議なことが起きていました。鏡を見ると、そこには木の人形ではなく、本物の男の子がいました。優しい心を持って、一生懸命頑張ったとき、ピノッキオは本当の人間になれたのでした。そしてゼペットじいさんと幸せに暮らしました。おしまい。
いかがでしたか？失敗しながら少しずつ成長したピノッキオのお話でした。人は誰でも間違えることがあります。でも、その失敗から学ぶこともできます。今夜はこの温かい気持ちのままゆっくり休んでください。あなたの明日が素敵な一日になりますように。おやすみなさい。いい夢を